私たちは、なぜ正しい道を知りながら、迷いや苦しみの中で立ち止まってしまうのでしょうか。悟りに至る知恵は、どのようにして育まれるのでしょうか。無量義経、説法本第2では、衆生の迷いを断ち、心に光を灯し、知恵の目を開かせる教えが説かれます。さらに、釈尊は、過去、現在、未来の三世の諸仏と共に守り続ける、無常なる、大乗法を示されます。この章を通して、私たちは、形を超えた法の真理と、菩薩たちの知恵と慈悲に触れ、衆生を導く姿に、一歩、近づくことができるでしょう。ぜひ、最後までお付き合いください。その時に、大聖言菩薩摩訶薩と、八万の菩薩摩訶薩たちは、先ほどの下を解いて、釈迦牟尼仏を称えたて祭りを得ると、揃って、釈迦牟尼仏に申し上げました。世尊よ。私たち、八万の菩薩は、今、この如来の教えの中で、お尋ねしておきたいことがございます。どうか、世尊よ。私たちを憐れみ、慈悲の耳を傾けてくださいますでしょうか。釈迦牟尼仏は、大聖言菩薩と、八万の菩薩たちに向かって告げられました。よいぞ、よいぞ、良き者たちよ。そなたたちは、今こそまさに問うべき時であることをよく知っておる。そなたたちの思うままに、その問いを述べるがよい。私は、間もなく、まさに入滅するであろう。私が、涅槃に入った後も、すべての者たちが、もう、何一つ疑いを残さぬようにしておきたいと思う。そなたたちが、何を尋ねておきたいのか、そのまま語るがよい。すると、大聖言菩薩は、八万の菩薩たちと共に、声を揃えて、釈迦牟尼仏に申し上げました。世尊よ。もし、菩薩摩訶薩たちが、速やかに仏となる、九多羅三脈三土台を成就しようと願うならば、どのような修行や教えの道を治めるべきでしょうか。また、どのような訪問によって、菩薩摩訶薩たちが、速やかに、九多羅三脈三土台を成し遂げることが、できるのでしょうか。釈迦牟尼仏は、大聖言菩薩と、八万の菩薩たちに告げられました。良き者たちよ。それは、一つの法の門がある。それは、菩薩が、速やかに、最高の悟りである、九多羅三脈三土台を成就できるようにするものだ。もし菩薩が、この法門を学べば、必ずや、九多羅三が脈三菩提を得るであろう。すると菩薩たちは、尋ねました。世尊よ。その法門とは、なお何と呼ばれておるのでしょうか。また、その意味は、どのようなものなのでしょうか。菩薩は、それを、どのように修行すればよいのでしょうか。釈迦牟尼仏は、お答えになりました。良き者たちよ。この一つの法門の名を、無量義というのだ。もし菩薩が、無量義を収めて、学ぼうとするならば、すべての諸法について、自らの本性、元来のあり方、現在の姿が、性質や姿形が、空で静寂にして、大も小もなく、生まれることも、滅することもなく、定まることも、動くこともなく、進むことも、退くこともなく、まるで虚空のように、二方の存在はないと、よく知ることなのだ。しかし実際には、多くの衆生たちは、虚妄に、これはこれ、あれはあれ、と、区別し、これは得る、これは失う、と、勝手に計算して、善から離れた、不全なる心を起こし、多くの悪業を作っては、六道に輪廻し、善行の報いにより、天人として、快楽と長寿を楽しむ世界である、天道。苦楽が交わり、修行に最も適した世界である、人間道。闘争心、嫉妬、怒りに支配され、常に争い続ける世界である、修羅道。愚痴により互いに食い合い、弱肉強食の苦しみが支配する世界である、畜生道。悪ことのない欲望と上に苦しむ世界である、餓鬼道。最も苦しみの大きい世界である、地獄道。といった、六道に輪廻して、様々な苦しみを受けては、無量なる、
計り知れぬ時を経ても、自らそこから抜け出すことができぬのだ。菩薩摩訶薩たちよ。このように、はっきりと見つめて、衆生を憐れむ心を生じさせ、大いなる慈悲を起こして、必ず、救い抜く心を起こして、さらにまた、あらゆる真理、現象を深く理解し、入り込んでいくのだ。法の本質が、このようにして、そこから、このような法が生じてくるのだ。法の本質が、このようにして、そこから、このような存在とさせておるのだ。法の本質が、このようにして、そこから、このように変化させておるのだ。法の本質が、このようにして、そこから、このように、滅しておるのだ。法の本質が、このようにして、そこから、このような悪法も生じさせておるのだ。法の本質が、このようにして、そこから、このような前方も生じさせておるのだ。存在し、変化し、滅することも、またまたこのようであるのだ。菩薩たちよ。このように、生、住、異、滅といった思想の流れをしっかりと知恵で調べて、すべてを、隅々まで知り尽くし終えて、次に、またはっきりと、すべての諸法が、一つ一つの思いに定まらず、次々と消滅するのだと心で捉えるのだ。そして、またすぐに、生じ、存在し、変化し、滅するのだと、心で捉えるのだ。このように感じ終えて、次は、衆生の様々な根性や欲望の中に入り込むようになる。衆生の性質と欲望は無料であるがゆえに、解く方も無料であるのだ。解く方が無料であるがゆえに、その意味もまた無料であるのだ。無料義とは、一つの方から生じるものである。またその一つの方とは、すなわち姿形もない、無相である。このように無相とは、はっきりとした形があるものではなく、形ではなく、形でないものを、形なきものと名付けて、これを実相としておるのだ。菩薩摩訶薩が、このような真実のありのままの姿に動揺せず、迷わず、心をその真理の上に安らかに置き終えると、菩薩が起こす慈悲の心は、明らかとなり、決して空虚や偽りではないものと理解するであろう。衆生のもとにおいて、しっかりと確かに苦しみを取り除くことができる存在となっていよう。苦しみを取り除き終えて、またさらに法を説くと、多くの衆生が心からの喜びと安らぎを受けられるように導く存在となっているであろう。良き者たちよ。もし菩薩がこのようにして、すべての訪問である無量義をしっかりと収めたるものであるならば、必ずや、速やかに、くたら三脈三菩提を成就することができるであろう。良き者たちよ。このように、人論で、この上のない、すべての菩薩や衆生を、最終的に仏果へ導く究極の法を、大乗である無量義教は、文も意味も、真実で正しく、比べるものがないほどに尊い教えであるのだ。過去、現在、未来といった三世の諸仏も共にこれを守護しておられる存在なのだ。どんな邪悪な魔や群れの道もこの境に入り込むことはできず、すべての邪見によって生死の迷いが破壊されることもないのだ。だからこそ、良き者たちよ。菩薩摩訶薩がもし速やかに無常なる菩提を成就したいと望むならば、当然ながらにしてこのように人論で無常なる大乗の教えである無量義教を修学しなければならぬのだ。すると、大聖言菩薩は改めて釈迦牟尼仏に申し上げました。世尊よ。世尊の説かれる法は、誠に計り知れぬほど人論なものでございます。衆生の根性もまた、誠に計り知れぬものでございます。訪問や下脱もまた、誠に計り知れぬものでございます。私たちは、世尊が説かれたこれらの諸法について、もはや疑いや迷いはございませんが、しかしながら、多くの衆生が、迷いや惑いの心を起こすことがあるがゆえに、重ねて、世尊にお尋ね申し上げます。釈迦牟尼仏が悟りを得て、以来、すでに44年の間、常に、衆生のために、諸法のすべての存在が生まれ続き、
変化し、滅するという、流転の姿である、思想の道理。主体の第一、躯体。存在は、空であるという真理である、空の道理。すべては実体を持たない空であるという、空の道理。そして、常なるものはなく、固定した、我もなく、大もなく、小もなく、生じることも、滅することもなく、すべては、一つの真実であり、またそうを超えており、法の本質と、その現れが、元来から、空であり、静かであるという、本来空弱であり、来ることもなく、去ることもなく、生じることも、滅することもない。そうしたことを説き示してこられました。もし、この教えを聞く者がいれば、ある者は、修行の温まりの段階となる、難法を得ることができ、修行の頂点に達する段階となる、頂法を得ることができ、世の中で最も優れた境地となる、世代一法を得ることができ、ある者は、夜か、思考思化の第一段階となる、手打音化を得ることができ、一来化、第二段階となる、シダゴン化を得ることができ、不言化、第三段階となる、アナゴン化を得ることができ、第四段階、下脱の完成となる、アラカン化を得ることができ、円覚の悟りとなる、白紙仏道を得ることができ、仏となる心である、菩提心を起こして、菩薩の第一地、第二地、第三地へと上り、ついには、第十地にまで至ることでございましょう。これまでに説かれた、様々な法の教えの意味と、今説かれている教えとでは、一体どのような違いがあるのでしょうか。それなのに、なぜ、この人事無常なる大乗無量義教だけが、菩薩が修行すれば、必ずや、速やかに最高の悟りである、無常菩提を得られる、とおっしゃるのでございましょうか。この理由とは、いかがなものでございましょうか。どうか世尊よ。すべての人々を慈しみ憐れんで、広く衆生のために、このことを詳しくわかりやすく説明くださり、今ここに集う者も、未来の世でこの法を聞く者たちも、皆が、誰も、少しの疑いの心を残さぬように示してくださいませ。この申し出に、釈迦牟尼仏は、大聖言菩薩に告げられました。よくぞ問われた、大いなる良き者よ。よくぞ、如来に対して、このように人人で、無常なる大乗の微妙な真意を尋ねた。まさに、よく知っておくがよい。そなたが、衆生のために、この教えを求めたことによって、多くの人々や、天上の者たちを安らげ、苦しむ衆生を救うことができるのだ。それこそが、真の大慈悲であり、決して空虚や、偽りなどではないのだ。この因縁によって、必ずや、速やかに無常なる菩提を成就することができるであろう。また、すべての今世や未来世の衆生たちまでも、この上のない仏となる菩提を成就することを得させるのだ。良き者よ。私は、以前、道場とした菩提樹のもとに座して6年の間、修行して、九多羅三が脈三菩提を成就することができた。仏の目によって、一切の諸法を感じても、それは、言葉で説き表すことができぬほどなのだ。その理由は、多くの衆生の性質や欲求が、それぞれ異なることを知ることができたからである。衆生の性質や欲求が異なるため、様々な法を説いて導いてきた。この様々な法を説くことも、方便の力によって行ってきたのだ。44年の間、私はまだ真実の法を完全には明かしてこなかったのだ。だからこそ、衆生が得る悟りにも差が生じ、速やかに無常菩提を成就させることができなかったのである。良き者よ。法というものは、例えば水がありとあらゆる汚れを洗い清めるように、水が井戸であれ、もしくは池であれ、もしくは川であれ、もしくは大河であれ、慶や運河、大海であれ、いずれもすべて、ありとあらゆる多くの汚れを洗い清めることができるように、その法という水もまた同じであるように、それは、すべての衆生の様々な煩悩や汚れを洗い清める力を持っているのだ。良き者よ。水の性質は一つであるが、川や大河、井戸や池、慶や運河、大海といったそれぞれは、形や広がりが異なっている。その法の性質も、
また同じであるのだ。どの方も、衆生の煩悩や汚れを洗い清める力は等しく持っており、その差別がないと言っても、修行の段階となる、三法や悟りの階となる、鹿、菩薩道、正門道などの二道に至る道は一様ではないのだ。良き者よ。水は、どれも汚れを洗い清める力を持っているといえども、井戸は、池ではなく、池は川や大河ではなく、渓や運河は大海ではない。これは、如来の世の中における、法の自在さにも同じであるように、如来が説かれる諸法も、また同様であるのだ。はじめの説も、中間の説も、後の説も、いずれも、衆生の煩悩を洗い清めることができるが、はじめの説は、中間の説ではなく、中間の説は、後の説ではない。はじめ、中間、後の説が、文や言葉は、一見、同じであっても、その教えの意味は、それぞれ異なっておるのだ。良き者よ。私はかつて、菩提樹の元を離れ、原名や六夜音にも赴き、阿若狂人如ら5人の出家する者たちのために、死体の法輪を転じた時も、またその時説かれた諸法は、もともと空寂であり、本性から来て、住むこともなく、刻々と生まれ、滅していくものであると説き、その中間の時期や、様々な場所でも、多くのビクたちや、多くの菩薩たちのために、十二因縁や、六波羅蜜を論じて説法した時も、また同じく、諸法は、元より空寂であり、刻々に生まれ滅すると説き、そして今、この場において、大乗、無量義経を説くにあたっても、また諸法はもともと空寂であり、とどまることなく、刻々に生まれ滅するものであると説いておるのだ。良き者よ。だからこそ、はじめの説、中間の説、後の説は、文や言葉の形は同じであっても、教えの意味はそれぞれ異なるのだ。意味が異なるがゆえに、衆生の理解もまた異なるのだ。理解が異なるがゆえに、得られる法や、得られる解、得られる、道の成就も異なっておるのだ。良き者よ。はじめのうちに、死体を説いたのは、教えを聞き求める者たちのためであったが、その時も、8億の諸天が、地上に降りてきて法を聞き、菩提心を起こさせ、中間の様々な場所において、人論なる十二因縁を説き、円覚を求める人々のために説法したけれども、しかし実際には、無量の衆生が菩提心を起こし、ある者は、正門の教えにとどまったのだ。その後、私は、法等十二部教や、摩訶般若行、華厳行の人論な教えを説き、菩薩が長い功をかけて修行することを、詳しく示したけれども、それを聞いた100、1000の出家する者や、億、万の人々、天人、数えきれぬほどの衆生の多くは、なお正門や、円覚の立場にとどまり満足しては、修打音、シダ言、アナ言、アラカンなどの、あるいは、薬師仏の境地を得て、因縁の法の中にとどまり満足していたのだ。良き者よ。このような意味によって、理解できるであろう。教えを説く内容は同じであっても、その意味は異なっておるのだ。意味が異なるがゆえに、衆生の理解もまた異なるのだ。理解が異なるがゆえに、得られる法や、得られる解、得られる、道の成就も異なっておるのだ。だからこそ、良き者よ。私が悟りを得て、初めて法を説き始めてから、今日、大乗、無量義経を説くに至るまで、そもそも、真実のあり方である法は、未だかつて、空、無常、無我、といった四法院などの層にとどまったことはなく、それは、真でもなく、化でもなく、大でもなく、小でもない。本来、生じたこともなく、今また、滅することもない。すなわち、一つの姿に定まらず、また、姿すらもない。法の姿と、その本質そのものであり、そこには、来ることもなく、去ることもないのだ。そしてまた、衆生がそれぞれ生、住、滅といった思想に流転していくことも、説かなかったわけではないのだ。良き者よ。この道理によって、一切の仏は、矛盾や虚妄といった二言を持たず、
一つの音や声をもって、すべての衆生の心に応じて説法し、一つの仏心によって、百、千、万、億、那由他、無量無数のガンジス川の砂の数ほどの仏心を示しては、その一つ一つの身の中に、さらに百、千、万、億、那由他、阿僧祇のガンジス川の砂の数ほどの様々な姿を示し、さらにその一つ一つの姿の中に、また百、千、万、億、那由他、阿僧祇といったガンジス川の砂の数ほどの形を示すことができるのだ。良き者よ。これこそが、諸仏の不可思議にして、仁のな境地なのだ。声聞、円覚の二乗には、理解できるものではなく、また、十字の菩薩ですら到達することはできず、ただ、仏とが互いにのみ、よくこれを極め尽くすことができるのだ。だからこそ、良き者よ。私は説くのだ。微妙で人事にして、無常の大乗、無量義経は、文も理も、真実で正しく、尊くして、この上ない経であるのだと。この経は、三世にわたる、過去、現在、未来のすべての諸仏が、共に守護してくださるものであり、あらゆる魔や外道が入り込むことは、決してないのだ。あらゆる邪見によっても、生死の迷いによっても、壊されることもないのだと。菩薩摩訶薩たちよ。もし速やかに、無常なる菩提を成し遂げたいと願うならば、まさにこのような人人にして、無常なる大乗無量義経を学び、修行すべきなのだ。釈迦牟尼仏がこの教えを説き終えられると、その時に、この広大な宇宙である、三千偉大千世界が六種に振動し、すると自然に、空中から様々な天の花や、天の青い蓮華である、うばらけ、赤い蓮華である、波動負け、黄色い蓮華である、雲続け、白い大蓮華である、ふんだりけ、が、雨のように降り注ぎ、またさらに、数えきれぬほど多くの天の光、天の衣、天の陽楽、そして、天界の価値のつけようのないほどの妙なる宝が、雨のように降り注ぎ、さらに上空からは、渦を巻いて舞い降りて、釈迦牟尼仏や、多くの菩薩、声聞、大衆に供養が捧げられました。また、天の厨房や、天の鉢の器から、天の百種の味の食べ物が、溢れるほど満ち溢れ、天道、天盤、天剣外、天妙楽具があちこちに安置され、天の音楽が奏でられ、釈迦牟尼仏を賛嘆し、歌い上げておられました。またさらに、宇宙の6つの方向にわたり、東方のガンジス川の砂の数ほどの多くの仏の世界までも振動しており、そして天界から花、香、衣、宝飾、価値のつけようのないほどの妙なる宝、天の厨房や天の鉢の器、天の百種の味の食べ物、天道、天盤、天剣外、天妙楽具が雨のように降り注ぎ、天人たちは義楽を奏でて、かの釈迦牟尼仏や、かの菩薩たち、声聞たち、大衆を賛嘆したて祭りました。これは、東方だけでなく、南、西、北の方角、四隅、そして天と地のすべての方向にも同じようでありました。この時に、32000の菩薩摩訶薩たちは、無量義三昧の境地を得ることができ、34000の菩薩摩訶薩たちは、数えきれぬほど膨大な、ダラニの修行法を得ることができ、これにより、彼らは、過去、現在、未来の三世にはあたり、すべての仏が説く、法輪を退転させることなく、確実に回転させる法輪へとつなげることができたのでした。この経を聞いたとき、多くの出家する、ビクやビクニ、在家の者である、ウバ族、ウバイ天人や竜、ヤシャ、ケンダツバ、アシュラ、カルラ、キンナラ、マゴラが、大天輪王や小天輪王、銀輪王や鉄輪王、その他の諸輪の王、国王、王子、国神、国民、国士、国二よ、大長者、そして、その家族、従者たちといった、百、千の人々も、如来である、釈迦牟尼仏が、この経を説かれるのを聞き立て祀ることができたとき、ある者は、南方、長方、
世間第一法といった教えの深い意味を悟り、ある者は、シュダオンか、シダゴンか、アナゴンか、アラカンか、白紙仏化といった修行の成果を得ることができ、また菩薩たちにおいては、すべての法は生じないという真理を理解し、動揺せず、受け入れる心となる無償放任を身につけることができ、また、一つのダラニを得ることができ、また、二つのダラニを得ることができ、また、三つのダラニを得ることができ、さらに、四つのダラニ、五つ、六つ、七つ、八つ、九つ、等といったダラニを得ることができ、またさらに、数えきれぬほどの百、千、万、億といったダラニを得ることができ、また、膨大で、計り知ることができぬほど多くのガンジス川の砂の数ほどのダラニを得ることができ、そして皆、これらを自在に用いて、決して退転することのない、不退転の仏の法を実践し、広めることができるようになりました。その結果、無量なる多くの衆生たちは皆、仏となることを求める心である、九多羅山脈三菩提の心を起こしたところで、この章は幕を閉じました。いかがだったでしょうか。本日は、無量義経、説法本第2をご紹介いたしました。説法本では、8万の大菩薩が、釈尊のもとに集い、無常の法の深さと、衆生を救う知恵の根本が明かされました。私たちは、釈尊の教えの中に潜む、形を超えた法の真理と、菩薩たちの慈悲の心に触れることができたのではないでしょうか。次回は、無量義経、中句読本第3へと続きます。ここでは、釈尊の説法が、さらに多くの衆生の根性に応じ、無料の法を説く様が描かれます。法の力が、どのようにして、私たち衆生を導き、知恵と慈悲を広めるのかを学ぶ、重要な章となりますので、どうぞお見逃しなく。ここまでご視聴くださった方は、ぜひ、チャンネル登録と高評価ボタン、通知の設定もお願いいたします。釈尊の思いと共に歩む、悟りの扉へと、つながりますように。次回もまたお会いいたしましょう。それでは、本日もご視聴ありがとうございました。南無妙法蓮華経。